今日はちょっとした実験をしてみます。何度かここ最近なんですけれども、私はこの手首のスナップ、それからお尻側の操作、こういったものをなるべく使わないようにしたいと話しています。なるべくという言葉がちょっと自分の中でもはっきりしないところがありまして、今日は手首を完全に固定してみます。その状態で手裏剣を打つとどのような変化があるのか実験してみたいと思います。私は今日は新聞紙を使いますが、これはね、正直言うと雑誌でもいいです。雑誌もしくは、段ボールでもいいですかね。要は手首のこのスナップを完全に止めてしまう、これがやりたいんです今日は。なので手首にこれを当てます。雑誌の場合は雑誌添え木でもいいです。そういったものを添えて完全に動かないようにします。つまり手首のこの動きを止めたいので、ここだと動くのでもうちょっと先、この辺で止めます。これだと手首は使えません。この状態で打鍵をしたらどうなるのか、背屈させずにこの状態で固定してみようかなと思います。準備が終わりました。自分で巻いたのでかなり不格好なんですけれども、要はかっこ悪くてもいいんですよね、何でも。で、今日やりたいのが手首をなるべく使いたくないということで、手首周りをさらに1本ちょっと強めに固定してみます。グッと。ただし完全に使えないわけじゃないです。見ての通り指先は動きますし、これぐらいは使えます。指先の操作は使えますよね、当然。ただし手首に関しては曲げようとしてもこれぐらい。この状態で手裏剣が打てるかどうか、要は完全に手首を使わない手裏剣というものをちょっと試してみたいと思います。おそらくね、問題ないとは思うんですけれども、ちょっとやってみます。結構ね、この構えた時から違和感があります。このうまくやっぱり脇が閉じきらない感じがありますね。打鍵自体は問題ないって言いたいんですけれども、やはり普段多少なりとも手首を使っているということは分かります。このやっぱり切り返しの瞬間に非常に違和感があります。ただ、思ったよりも安定してます。安定してます。思ったより少し狙いよりも下に行く傾向があります。やはり自分がこの切り返しで少しやっぱり手首を使ってる、そういったことは分かります。感覚としてすぐ分かります。やはり少し下の方に行きますね。狙ったところよりは少し下に行きます。つまりいつもの、いつも私大体目線ぐらいの高さ、145センチぐらいを目安に手裏剣の練習をするようにしてるんですけれども、なかなかこの上へ持っていくのが難しいですね。
安定してるっていう言葉の意味なんですけれども、ちょっとぶつかった触覚で1個ずれてますけれども、ほとんどがね打鍵が非常にこの角度で入ってるんですよね。つまり倒れるまでのスピードが非常に一定。それはねすごく面白いです。手裏剣を変えてみます。先ほどは18センチの手裏剣でしたが、15センチの手裏剣にしてみます。ちょっとこれは今なんですけれども、15センチの手裏剣を打ってちょっと思いつくことがありましたので、この手裏剣を打ってみます。これは15センチの角型棒手裏剣、軽量剣の流派などでも使われているタイプの手裏剣です。これね、もしかしたらうまく打てないんじゃないかなと思ってます。やっぱりふざけてやってません。真面目にやってます。やっぱり今真面目に全部刺しにいってます。全部刺しにいってるんですけれども、ご覧の確率です。5本中3本刺さればいい方かな。持ち方かなり変えてます。それでようやく刺さる。やっぱりそうですね。ということは、長めかつちょっと重めの手裏剣だといいかもしれないです。というわけで、これが今使っていた15センチの手裏剣、それに対して19センチで、太さも7ミリ角ぐらいの手裏剣なんですけれども、こちらを用意してみました。こちらの方が刺さりはいいはずです。ですよね、やっぱり。やっぱりそうですね。結構倒れるまでの間隔が一定です。剣尾を抑えないので、同じ間隔で倒れていってくれます。結論としては、手首を固定しても手裏剣は打てます。そして意外と結果としては悪くない、いい結果であることが多いです。まとまるんですよね、手裏剣が。要は同じようなところにだいたい手裏剣が集まってくれる。コントロールが悪くなる要因として、もしかしたらこの手首の過剰な使いすぎがあったのかもしれません。それぐらいね、コントロールは良くなります。余分な動きを使わないためだと思うんですけれども、今ぐらいの距離なので、ある程度同じところに集まるのは当然といえば当然なんですけれども、今日は手首を極力使いにくい状態にして手裏剣を打って遊んでみました。結論として
打てます。そして副作用なのかコントロールの改善は見られました。ですので、手裏剣を打ってる方誰もがなんとなく感じてることだとは思うんですけれども、手裏剣のコントロールの難しさの一つにこの手首の使いすぎがあるのではないかなと思ってます。これは私自身もここ最近ずっと感じていて、手首をなるべく使わない方がコントロールは良くなるなということはずっと感じていましたが、実際にこうやって動きを制限することでなんとなく、ぼんやりとしていた考えが少しまとまったような気がします。ですので、こういった練習っていうのも非常に面白いものですが、これやってみての感想なんですけれども、あまりやらない方がいいです。というのが、人間の体ってちょっと不思議なもので、手首を使えなくなった分なんとなくなんですけど、今まで以上に肘を今度柔らかく使おうとか、指先を少し柔らかく、要はこの動きができない分、肘や指先が無意識に補っているような気がします。痛みはないんですが、なんとなくいつもと違う違和感というか、いつもと違う疲れみたいなものを肘に感じました。なのでもしかしたらこれが肩にくる人もいるかもしれない。ですからあまり長時間やらない方がいいかもしれないです。もちろん長時間これを試した人がいて大丈夫だったっていう人もいるとは思うんですけれども、なんとなく無意識に肘や指先を今まで以上に柔らかく使ってしまう気はしています。なのでもし試される方は注意をしながら短時間で試すことをお勧めします。こんな形でまた何かやってみてほしいことだとか、試してほしいようなことありましたら気軽にコメント欄の方に書き込んでください。できる限りの対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。